続いて、腹部、お腹の中の解剖をします。まず肛門のあたりから、専用のマキリと言われている刃物を入れます。正中線に沿って、切っていきます。で肝臓とか心臓とかいろいろ腸とかをベロンと出し、心臓切っちゃったんじゃないの？心臓切っちゃった？大丈夫？大丈夫か？はい。まず腸をベロンとで伸ばしてもらおうか。切っちゃった？腸。あ、これ一輪ない方がいい。映ってる？こんなすごい状態ですけど、まずじゃあ心臓を取ってもらおうか。置いて、ちょっと一部ちぎれてますけど、一心房一心室の心臓が取れました。で肝臓ももっとでかいハサミ持ってくる。これ肝臓ですね。はい。それからじゃあ僕食道、これマキリかなんかで切って、消化管をスーッとこちらが食道の方になって、ここが胃になりますね。でここで U ターンにして、ここに、幽門水って言われるね、のがあります。それから腸ちょっとこれ伸ばしてもらえる？少し腸間膜で、これくっついてます。もうちょっとそこも、はい、これが消化管になりますね。直腸、肛門の方はちょっと肛門の方から切っちゃってるんで切れてます。それからでちょっとお腹洗ってて。オスだったので精巣になります。かなりまだ未熟ですけど、今年の秋にはこのカラフトマスはどこか、日本オホーツク海の方かロシアの方の川に登ること、あと数ヶ月で成熟すると思われます。あとこちらが浮き袋になりますね。これが浮き袋になります。はい、でここの今白く見えてるところですね、背骨に沿って、あるところ、これが腎臓になります。軽くちょっと切ってもらおうか。この背骨に沿ってこの赤いものがありますけど、これが腎臓になります。人間とか哺乳類は2つ空豆状の形の、腎臓がありますけど、魚の場合はこのような一つになった腎臓になってます。エラ取れるかな？エラ、できればまとめての方がある程度。解剖バサミを持ってくれなかった。いや、これちょっとダメなんだこれ。
はい、これがエラになります。で赤いところが、細弁、実際ガス交換するところですね。それからこの太いくの字になっているところが細球、エラの弓と書きます。でその内側にこの細かい串がありますね。これが鰓耙と言いますけど、魚は、口から海水を飲み込んで、ここでプランクトンを起こして餌を食べます。これが鰓耙ですね。これがエラになります。若林君、ここちょっと鼻を少し削いでもらえるかな。